見せようとするとですね、細部を見ちゃうんですよね。で、そうすると、結果として担いっていう話です。これね、真面目に書こうとすればするほどうまく書けないっていうのと、とても似ています。細部を見すぎていることによって、バランスが悪くなっちゃうんですね。なので、まずやるべきことっていうのは、まず全体の比率、バランス、大まかな形を合わせることに集中します。例えば、この人のどのぐらいの比率の縦横比の、箱に入るんだろうか。ね。っていうところから始めるんですよ、最初。で、そして次、その四角を引いたら、目の高さってその四角の中のどこにあるんだろう、真ん中あたりかな、あるいは真ん中よりどのぐらい下なんだろうか。そして、次、口の位置はさらにその目と顎の間どのぐらいなんだろうか。っていう風にですね、もう比率だけに集中するんです。僕の添削結果をね、見ていただければわかると思うんですけど、線一本一本再現しに行ってますかって話です。してないんですよね。実は比率合わせてるだけなんですよ。で、比率を合わせていくと結果として、だって同じ比率なんだから、最終的に似てくんですよ。で、これがですね、うまく書いてやろうってちょっとね、思うじゃないですか、やっぱ人だから。で、うまく書いてやろう、イコール線を追っちゃう、イコールバランスが悪くなる、イコール下手になるんですよ、これ。特に絵を描き始める時にありがちなんですけど、やっぱり線を見ちゃうんですよね。例えば目の形がキラキラして綺麗だな、可愛いな。例えば今ね、キャラコースの顔正面っていうね、課題。僕の方で添削のポイントになるのは、その頭全体に対して目の位置がどこにあるか、そういう視点で描けるかどうかっていうのが、実は結構大事で、じゃなくてどうしてもここに描いてるこの線がダメだからこの絵はダメなんだと思って消す。これやっても意味ないんですよ。そもそも線じゃなくて、その描いてる場所が間違ってる可能性があるから。ね、そうするとこれ致命的なのね。そこで何回も何回も何回も、線を引き直してるのに、なんか似ないな。なんかうまく描けないな。っていうのはですね、そもそもその場所じゃないっていうですね、悲しい現実なんですよ。ということは、ね、まず全体の比率から間違ってる可能性がある。から、まず対象となるね、自分が模写しようとしてる、あるいは吸収しようとしてる絵ってどうなってるかを線追いせずにザクザクとですね、もうほんと単純な線でいいから、なぞってみてください。で、なぞってる時も、ただなぞるんじゃなくて、頭全体に対して目の位置はどこっていうことに集中するの。ね、パンダの目。パンダの目ってのはただの丸でいいです、目は。もう大きい丸ね。で、そうするとね、一気に似ます。というか、それが、最小の手間で最大限似せるポイントなんですよ。逆に言うと、その書き方が土台となり、そこに細部を書いていかないと、似ないんですよね。で、なおかつですよ、頭全体に対しての目の位置っていう風な発想で書くと、これ、例えばね、もともと垂れ目のキャラクターを描いてたら、釣り目にね、目の中身を変えるだけでキャラクターっていくらでも、作り変えることができるのね。応用も実はすごく効くんです。だから、キャラクターをアレンジする場合も、目、鼻、口の位置っていうのは、実は、そんなにアニメキャラってパターンないんです。老若男女って言われてるやつね。最終的に、そのぐらいのバリエーションしか実はキャラクターの比率っていうのはないんです。なので、あの比率をまずしっかりと、抑えるということ。このキャラクターってまず何なんだろうかっていう認識が結構皆さん間違ってる場合が多いね。要するに目がやっぱ大きく見えてしまう。例えば、頬のラインがすごいこう反ってるような気がして、すごい過剰にカーブをつけてしまったりとか。それでもやっぱ結構似ないんですよ。頬のラインじゃなくて、頭から頬のライン、頭から顎のラインっていう風に見てほしいのね。じゃないと実は絵って崩壊していくのね。いくら頬の部分頑張っても実は似ないです。似ない理由っていうのは、頭身がまず変わってる可能性がすごくある。多分、キャラが変わって見えるのって、肩幅いきなり狭くなったり広くなったり、頭全体に対しての目の位置が上になったり下になったりとかが結構ちぐはぐなんじゃないかなって気がする。あと自分でキャラ表作っておくといいです。正面横斜め煽り俯瞰みたいな。その時に僕の素体集なんかね、所要利用かって言ってますから、それを下敷きにして、じゃあこの素体で行こうって決めたら、その素体をある程度それに似た素体で正面横斜め煽り俯瞰とかね、作っておくといいと思います。キャラ表あった方がいいんじゃないかな。今日の話もう一回おさらいね。とにかく、似せようとすると似ない。で、その理由は、細部を追いすぎて、線追い。線追いって何って言ったらですね、線一個一個を再現しようってやつですね。そうすると、結果として線は
線1本は再現できても、線ってさ、1本じゃないじゃん。いっぱいたくさんのね、線の組み合わせでもって絵は構成されるわけなんで、バランスが悪くなっちゃうんですよね、線一本再現したところで。そうじゃなくて、実は線追いに対して、もう一つの考え方として、僕が話してた内容っていうのはね、実は面です。面の再現です。面積を再現するんです。まあこれね、ちょっと難しい言い方するけど、抽象度の高い描き方、単純化とも言います。この描き方ができる人、できない人っていうところで、実は大きく差が出ます。絵を動かす、動かさないアニメーターの部分も実は、ここがね、分かれ道です。いろんな上手い技術、上手いね、絵を吸収できるかどうかも実はここにかかっています。今日の話っていうのはもうそれなんだよね。簡単な形や簡単な絵っていうのは、再現しやすいし、応用も効くし、吸収もしやすいのね。はい。例えば、まあ、すごくわかりやすく言うと、指って5本だけれど、5本を描こうとする人は、うまくならないよ。だって指って5本じゃんってね。そういう話です。実は指っていうとか、手っていうのを一つの塊で捉えられる人がうまくなるんですよね。そこら辺もね、僕のね、本とかね、YouTube とかでも、まあ、別途説明しておりますので、そちらの方を見ていただけると、ありがたいかなと。結局ずれてしまいます。手応えが感じられず悩んでいます。改善方法について。でももう四角とかで区切ってるんでしょ？だったら、もう、ある程度それで、たくさん書くしかないんじゃないかなと思うよ。四角で区切る。で、四角で区切ってる時に、区切るのはいいんだけど、その形そのものも、なんかその単純な形で書けてるかなって、ただ区切っても意味なくて、こういう形だよねってね。胴体って逆の台形って言ったらいいの？台形をひっくり返したような形ですよね。で、頭の形ってこんな感じ、こんな感じって簡単な図形で捉えられてるかな。そこら辺からまずやってみてほしいかなと思いますね。一つの練習で一発でそんなね、今日、明日、明後日で、あるいは3、4日でうまくなんかなりゃしないですよ。ある程度、そのトレーニングを経過というか1週間とか10日とかある程度数重ねないと、練習の意味って分かんなかったりするから、結構絵が上手くなるのと、例えば痩せるのとかってすごく似てると思うんですよ。あるいはその筋肉がつくとかね。身体的なんですよ、結構絵の練習って。だから、1日2日で痩せないじゃないですか。1日2日で筋肉つかないじゃないですか。1ヶ月3ヶ月ね、半年経って、なんか変わったねって人から言われて最速です。なので、非常にね、ライフワークとして、なんかそこまで成長を、無理やり急ぐ必要はないし、そんな無理なんで、楽しい範囲で練習っていうのはね、ぜひやっていってほしいというところで、今日はこんなもんで終わりたいと思います。